世界征服を再開しましょう。前回卑弥呼ちゃんを攻略していたらアショーカくんが殴りかかってきましたね。学園もののように言わないでください。リシラをいい加減落とします。これでこちらに回していたユニットを持ってこれますね。今は少しでも戦力をかき集めて集中させたいです。ハリハララヤが3ユニットに囲まれており危険です。ですが、フンスナイ攻略軍が戻ってきました。これなら落とされる前に間に合いそうです。タクシラに接近している部隊も殲滅していきます。こちらは比較的戦力が充実しているので対処可能ですね。このゲーム1ユニット潰すためには2から3ユニット行動が必要なので数が重要と思いました。やはり数は全てを解決する。前にも少しお話ししましたが、十分な数のユニットがいると傷ついたユニットを後ろに下げることができます。画面で言うとタクシラ左下のコーサーとかですね。最初の方で赤体力まで持っていかれたので戦線から離してました。数が足りないとこういったこともできず敗北につながってしまうので、多すぎるくらいにはユニットを揃えて開戦したいです。間に合いました。これよりハリハララヤを包囲している軍隊を殲滅します。ここで敵軍を跳ね返せるのは大きいですよ。後続が追いついてませんが順次攻撃してもらいましょう。この機会に駐在していた剣士も攻撃したいですが、ちょっと不安な体力なのでおとなしくしてもらいましょうか。そうですね。ここからは反撃の時間なので居住地を堅守していただきます。次のターン。リシラを落としたユニットたちも参戦しました。ここまで来たらさすがに大丈夫です。ヒヤヒヤしましたね。なんとか持ちこたえてくれました。ハリハララヤ包囲のためにこちら側深くまで潜り込んでいた部隊は逆に包囲されてしまいましたね。逃がしません。ここで確実に潰して敵戦力を削りますよ。アショーカ戦の方をお届けしてましたが、卑弥呼戦の方はいよいよ大詰めです。インドラプラも陥落。ついにヤソドハラプラを残すのみとなりました。まあそっちもすでに手をつけてるんですけどね。卑弥呼さんは領土の割に全くと言っていいほどユニットがなかったのが敗因ですね。やっぱり戦う力がないといくら領土が広くてもダメだなと思いました。敵にそっくりそのままいただかれてしまいますからね。一応世界遺産のドゥルシャルキンを作ってたあたり古代から防衛意識はあったようですが、この状況では無駄です。降伏もできずただ神に祈るのみですね。とか思ってたら近隣の川が氾濫し歩兵ユニットが大ダメージを負いました。これぞジャパンに伝わる神風ってやつですかね。まあ今回は地続きなんでね、あまり効果が発揮しなかったようで。首都攻撃は当然続行するとして、なんか敵軍の旧兵やら騎兵やらが見えてますね。大陸中部から命からがら逃げ延びてきたんでしょうか。さすがにこんなところでフラフラしてたとは思えませんし。インドラプラ攻略隊も引っ張り出して周辺の残存部隊を討伐してもらいましょう。1体目殲滅、2体目も殲滅です。アショーカの攻撃も途切れましたね。つまりここからは私たちのターンです。体力が十分なユニットを先行させ、アショーカ本土へと足を踏み入れましょう。分散していた戦力が一点集中してますからね。先行隊だけでも落とせるかもしれません。コーサーが決死の攻撃を仕掛けてますが、この状況じゃ首都は救えませんよ。完全に攻守逆転しましたね。さて、いよいよ2カ国目が滅びます。カエサルを完全に飲み込めず、私たちにかすめ取られたのが運の尽きでしたね。
家庭の話ですが、そうなっていたらより歯ごたえのあるライバルになってましたね。石は木、水は魚。国は混沌の状態になるのだ。卑弥呼、歴史の舞台から退場です。先に行ったカエサルさんによろしくお願いしますね。一人じゃ寂しい？安心してください。すぐにもう一人行かせますから。おお、怖い怖い。アショーカの首都陥落です。マイルストーンを再び達成したようですね。まあこれだけ占領していたら当然とも言えますが、残りはパータリプトラです。属国となることもできず、ただただ滅ぼされるのを待つのみですか。新しいおもちゃがどこかにいませんかね。手近な都市国家でも相手にしといてください。ni ce Amina, sarauniya Amina, kuma mai kwace komai, sannan mai karɓi duk wanda kake so. ちょうどいいタイミング。この世界に略奪者は2人もいりませんよ。というわけで新大陸の文明とエンカウントしました。話しぶりから攻撃的な文明なのかな。初回プレイ時は遭遇しなかったので楽しみですね。さて大陸統一のお時間がやってきましたよ。反抗の木を見る目はあったようですが、無駄なあがきでしたね。結局のところ私たちの描いた計画から大きくは外れませんでしたね。適度な緊張感をくれてありがとうございました。役者は退場いただきます。Abi jarai chakka हमरा ऊपर से गुजरते ही一つの大きな節目ですね。最初期から幾度となく歯を交えてましたからね。やっぱり少しは寂しいです。彼らの残した土地は我々のものとして繁栄させていきましょうね。大陸制覇はしてもまだ争いの火種がくすぶっている中、ついに新大陸を見つけました。ここがあの女のいる大陸ね。そういえば今作は船に乗せたりする必要がないんですよね。初回プレイ時の話ですが、開拓者や軍事ユニットを輸送するためにわざわざ横付けしましたよ。搭載できなくて初めて察するやつでしたね。ここでアミナさんの情報を確認してます。9都市持っているんですか。結構多いですね。CPU すら都市数上限を無視するとは。画面左上にある私たちの収入と見比べてみますか。お金、圧勝、影響、同等、研究、同等、文化、同等、幸福、圧勝。都市数もこちらの方が倍ですし、劣っている部分はありませんね。こちらの長所を押し付けて優位に立っていきましょうね。Simplement, citoyen Lafayette, s'il vous plaît. 私たちから見て左に行くとアミナさんに出会いましたが、右に行くとラファイエットさんに会いました。大陸を2分しているかも。どっちから攻める方が楽か気になるところです。アミナと同じ大陸と思いますが、果たしてどちらが優勢なんでしょうね。新大陸にユニットが上陸しました。ああ、私たちの侵入を許してしまいましたね。陸戦ユニットさえ用意できれば、あとはこっちのものです。近場の島に居住地もしれっと建てましたし、侵攻の準備は着々と進んでいます。
一部のユニットはラファイエットさんと出会った方角へ航海させましたが失敗でしたね。今更引き返すのもあれなんで、地図を埋めつつ上陸できるところを探してもらいましょう。5ターン後、待望の敵対関係になれたので早速落としにかかります。 Upa mo awas sikit. Rayu aku nangkap dapat. これだけの戦力で大丈夫ですか？さすがに勇み足では。今回は沿岸都市をいくつか落とすことを目標にしてます。最低でもタンディルマは欲しいですね。コグ戦から攻撃を仕掛けることを考えてますし、艦隊司令官も作ってみたので活躍してほしいです。というわけで、あっさりタンディルマをいただいた後、別の居住地にも攻撃を仕掛けてます。敵さんは攻撃手段がないようで、ただのかかしですね。騎兵ユニットで圧殺する前に、できるだけダメージを与えておきましょう。艦隊司令官が早速レベルアップしました。地上の司令官とは微妙に異なるボーナスが並んでますが、指揮範囲内の攻撃力を上げるボーナスなら間違いはないでしょう。コーサーが2ユニット見えてますが、まあなんとかなるかな。進行しつつも裏で開拓者を派遣し町を建てていましたが、軍事のマイルストーンを最後まで完了しました。おめでとうございます。これで次の時代でも軍事の黄金時代が選択可能になりましたね。安定して戦争できそうです。おや、フランスが解禁されましたね。全く意識してませんでした。ワインを3つ開発が条件だったんですね。さておき、こちらもサクッと落としましょうかね。裏手から回ってきたコーサーは景色で倒しきっておきます。ジェデトには歩兵がまだいますよ。私たちのコーサーで倒しながら占拠してしまってもいいですが、コグ戦が行動できるので削りますか。黄金腕輪歩兵ってなんか強そうですね。で、アミナさん前見た時よりも居住地増やしてますやん。12都市ですか。骨が折れそうです。こちらはすでに25居住地に届きそうですし、単純に攻める場所が増えるのは面倒ですね。では今回はここまでとします。探検の時代も 70% 近くまで来ましたか。次回は危機が発生しそうですね。まだ次の動画を作っていないため何とも言えませんが、近代までいけるかもしれません。それでは最後までご視聴ありがとうございました。